Bonjour, French people. それではですね、昨日の湯飲みを直すっていうのの続きをやっていこうと思うんですが、昨日、こういう感じでつなぎ合わせて、一晩経って、うん、まあ、漆がなんとなく乾いてるのがわかると思うんですが、一晩ぐらいだと、完全に乾いてないんで、これ強く引っ張ったりすると、取れちゃうんで、そこは気をつけながら、残りのパーツを、作っていこうと思います。で、昨日、麦漆を作って、あれ、麦漆って保存できないんで、まあ、残ったやつで、多少他のパーツもちょっとつなげながら、残りのパーツを昨日と同じ要領で作っていこうと思います。まずこの麦漆で、よしと、接着面を、まず塗って、大丈夫見えるかな、よしよしよし。今日これ全部つなげちゃおうかなと思うんで、全部塗っちゃおうかなと。よしよし。こんな感じで。よしよし。で昨日麦漆作った時に、僕生漆を先に入れて小麦粉を入れて、水っていう順番だったんですけど、普通はあれ小麦と水をまず練った後にあの漆を加えるっていうのが大体スタンダードなやり方です。で、なんで昨日漆先に入れたかっていうと、この漆の残量がちょっと少ないんで、そういう形で漆の残りの、なんでしょう、量をベースにやってみました。ここもか。見えるかな、こうか。まずは漆を接着面に塗って、あとは、これかな。よし。難しい。で、これ、陶器でやってるんですけど、結構陶器って壊れたやつって結構破損しやすいっていうのがありまして、そこは結構注意しながらやってください。なんでしょう、ひびが入ってなくても、触ると結構パキっていっちゃったりすることあったりするんですね。そこは注意して。よし。とりあえず、ちょっと置いといて、麦漆を作ろうかなと思います。で、今日は昨日とは違う作り方で、まず小麦を練るところからやってみようかなと思います。よしよし。小麦を、入れて、このぐらいでいいかな。で、水を入れて、適当な、ちょっと大丈夫か。適当な棒で練ると、やっぱちょっと水が多いな。やっぱこれ
夜間とかじゃなくてなんでしょう、スポイトレなんでしょう、ひたひたっていうかちょうどいい頃合いになるまで頑張るのがいい感じではあります。うん。よし、こうか。いいかな。水多すぎですね。まあいいや。水を捨てよう。ちょっと水分減らしたい場合はこうやって適当に、水分を減らして。ちょっと、なかなかいい感じの粘り気が。うん。まあこれちょっと緩いんですけど、まあこれちょっと緩い感じの、まあ小麦の練り合わせたものなんですけど、まあ、こんなもんでもいいかな。で、これで漆を加えて、まあ、本当はもっと硬くした方がいいんですけど、まあ、漆の量がちょっと残量が少ないんで、こんな感じでいこうかなと。で、まあ僕は漆に関してはアマチュアと言いますか、まあ自分で、うん、まあ勝手にやってる感じの人間ですね。よし。まあこれであと混ぜ合わせて、麦漆にして、つなげようかなと。なかなかいいかな。よしよし。もうちょい漆足そうかな。よしと。よし。で、漆の種類っていうのが、基本的にまあ、麦漆とすき漆っていうのがあるんですね。で、あとそれにまあ、麦漆じゃなくて、生漆と、すき漆っていうのがよく使う漆で、その、色がついてる漆っていうのがあると思うんですけど、赤とか黒とかですね。それは、すき漆に、まあ、顔料を加えて、ああいう色を出してるっていう形で、基本はその、なんでしょう、生漆とすき漆がベースになっています。で、その、すき漆っていうのは、生漆、まあ、生漆っていうのが、その、一番、なんでしょう、オーソドックスな漆で、その、生漆を生成して、ちょっと透明度を高めたものが、すき漆になります。さて、ちょっとつなげてみようかなと。どこだった。
麦漆を伸ばす感じで、よし。まあ、昨日の麦漆よりはちゃんとできてる感じで、よし。これで一回はめよう。見えるか、ここか。もうずれないように気をつけて、まあ、今日は結構大きいパーツなんでそこまで難しくないっていう、よしと。で、麦漆を作るポイントは、まあ、本当にこれ保存が効かないんで、まあ使える分っていうか使う分だけ作るのが良いかなと思います。ちょっと大丈夫か。よし。あと一箇所か。ああ。よしと。OK。で、これで、ちょっと一回ハードしてこっちからか。これで、よしと。大丈夫か。でもこれで一応、ちょっと、ずれてないかな。ずれないように気をつけて、よし。でもこれずれちゃってもまあ、後でヤスリで削ったり調整したりできるんで、ちょっと、まあ、できるだけずれないようにっていう。よし。できました。とりあえずこんな感じにできたので、これをまあちゃんと乾かすっていうことで、この漆風呂にまた入れておきますんで、これ大丈夫か。よし。でまたですね、この漆の乾いた頃に次の動画を撮ろうと思います。チャオ。